しっかりとトマトも凍ってます。結構ですね、めんつゆとの相性トマトすごくいいので、結構たっぷりめに入れていただくといいかなと思いますね。氷じゃなくても本当にキンキンに冷えた冷たいそうめんを楽しめる。冷凍 OK！ はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何やるかと言いますと、キンキンに冷えてる冷凍野菜を使ったぶっかけそうめんです。特に夏の時期なんかはですね、冷たくてひんやりして美味しいそうめん食べたくなるなと思うんですけども、そこに冷凍野菜を加えて、だし解凍して食べるという風にすればですね、そうめんもすごく冷えて美味しいですし、しかも野菜の美味しさも加わるんですね。そうめんばっかりになっちゃうとやっぱ炭水化物ばっかりになるので、栄養がやっぱ足りなくなるっていうのもあるんですね。そういった観点からもやっぱ野菜を足してあげて、栄養をプラスしてあげないとやっぱ夏バテの原因にもなってしまいます。でそういった時に、一から食材をですね用意して洗ったりしてカットして調理するっていうのはなかなかめんどくさいので、冷凍ストックしておいたものをトッピングしてそのままかけるという、簡単に食材をプラスできるという、そんなぶっかけそうめんのレシピをご紹介したいと思います。でまずはですね、トマトの冷凍したいと思います。冷凍トマトはですね、本当にぶっかけそうめんに本当におすすめなんで、これをですね冷凍したいと思います。でまずはですね、この、ヘタを、取ってですね、まず取ります。でトマトをこう表面をですねしっかりと洗います。でこの、洗ったトマトですね、で表面の水をですね、拭いてペーパーで拭いてもらえればと思いますね。軽く拭いてもらえれば OK ですね。ではトマトを切りたいと思います。でまず半分にですね、カットしてですね、ここの部分をですね、取ります。そこまで細かくしなくてもいいので、本当にざっくりと切ってもらえればいいですね。こんな感じですね。でもこのカットした、トマトですね、でこれを冷凍用の保存袋に入れたいと思います。こちらですね。で切ったトマトのですね、汁もそのまま入れてもらうといいかなという感じですね。でこれで冷凍の、保存袋入れましたけども、ここからが一つポイントで、このジッパーの部分ですね、ちょっと真ん中だけ開けて、でこの蓋を閉じます。真ん中だけ空気が流れるような状態ですね。でこれで中の空気をですねぎゅーっと押し出します。で押し出したってところで最後のこの口を閉じますね。しっかりと空気を追い出して、冷凍するということですね。でこの後ですね、このまま冷凍するのではなくてですね、ここがポイントなんですけども、この後薄く平らに伸ばしてほしいんですね。でここでちょっと軽く潰していただくとよりいいですね。要は薄く平らにした方が、後で凍ったままパキッと折りやすくなるんですね。なのでここで多少ちょっと押して、潰してあげるとより使い勝手もいいですね。はい。でミニトマト、今回はですねこっちでも冷凍したいと思います。でミニトマトはですね、このヘタの部分、取って、全部取ってですねいきます。でヘタを取ったらですね、水で洗います。で水洗いした、ミニトマトですけども、軽く水気は切ってもらって、でもうそれで OK ですね。一個一個ペーパーで拭いていくとなかなか大変なんで、そこまでしなくてもいいかなと思います。で洗ったミニトマトはですね、この冷凍用の、保存袋に入れるということですね。ミニトマトはですね、普通の大きなトマトと違って、カットしなくていいっていうのはすごくメリットなんですね。洗って、このまま入れればですね使いたい分だけ使えるので、切らなくていいっていうところはやっぱミニトマトすごくいいなと思いますね。じゃあこの状態で、トマトとミニトマト、
冷凍したいと思います。はい、ということですね、冷凍できました。もうこういった感じですね。しっかりとトマトも凍ってます。で薄く平らにしているのでこうやってパキって折りやすくもなってますし、この状態であればですね、凍った後はこう立てて収納もしやすくなるので、これやっぱストックしておくといいですね。パキッと折って、小さい小皿でちょっとラップしてチンしてもらうと、少量だけトマトが欲しいっていう時にも使えるんですね。例えばハンバーグのソースに、トマトソース使いたいなって時はこうパキッと折ってそれを、原料として使ってもいいかなと思いますね。でミニトマトは、やっぱ切らなくてももう一個一個バラバラになってるので、1個だけとか2個だけ3個だけとかを取り出して、料理に使えるっていう点でも、すごく魅力的だなと思いますね。意外とお味噌汁とかそういったものに入れても美味しいので、やっぱ冷凍ミニトマトも、どんどん活用してもらうといいかなと思います。で今日はですねぶっかけそうめんということで、他の冷凍野菜もいろいろと使っていきたいと思います。で先ほど作ったのはこの冷凍のトマトですね、板状にしてます。であとはですね、彩りもいいのでこの黄色のパプリカですね、パプリカを切ってでちょっと1センチぐらいの厚さに切って、小さめにしていただくと使いやすくてもいいかなと思いますね。でそれを冷凍しております。であとは人参もいいですね。細切りにしてでそれを薄く平らにして冷凍しています。であとはネギですね。ネギも細かくカットしてでそれを冷凍してあるという感じですね。であとはですね、みょうがですね。みょうがもそうめんとか薬味として美味しいので、これも冷凍しています。でみょうがはですね、丸ごと、冷凍してもいいんですけども、半分にカットしてこれラップして冷凍してます。でこれはですね、凍ったまま切りやすくするために、こういう風にしてるんで、使う時に楽できるという感じですね。面倒なかったらそのまま丸ごと、冷凍しても大丈夫ですね。で今回ですね、そうめんなんですけども、こちらの流水麺を使おうと思います。もちろんそうめん茹でていただいて、それを冷やして使ってももちろん大丈夫ですね。今回はこの流水麺、手軽なんでね使ってみたいと思います。ということですね、そうめん、こちらに器に盛り付けました。でここに、凍った、冷凍野菜をですね、凍ったままそのままトッピングしていくということですね。で特におすすめなのはですね、こちらのトマトですね。でトマトはですね、本当に薄く冷凍しているのでこういう感じでパキッと、折ることができるんですね。でちょっとほぐしてもらってでこれをこのまんまこのそうめんのトッピングするということですね。こういう感じですね。結構ですね、めんつゆとの相性トマトすごくいいので、結構たっぷりめに入れていただくといいかなと思いますね。入れる量はですね結構もうお好みで、大丈夫ですね。全然これも凍ったまま入れてもらえればと思いますね。これもアクセントとして入れます。で冷凍した野菜をですねもうトッピングした状態ですけども、ここにめんつゆをかけます。でね、めんつゆの味の濃さはですねちょっとお好みでやっていただければと思いますね。お好きな好みで倍率を変えてですね、入れてもらえればと思います。でこの冷凍野菜にですね、かかるように全体的にかけていただければと思いますね。これで冷え冷え冷凍野菜のぶっかけそうめんの完成です。まだ凍ってるぐらいですけども、もうこれがやっぱ本当に冷えててすごく美味しいですね。これだけ野菜が凍った野菜がですねいっぱい入っていて、だから常温のめんつゆを入れてもこのつゆがですねもうキンキンに冷えるんですね。そこがやっぱ本当おすすめかなと思います。であとは、溶けてくるとですね当然野菜からもうまみ甘みっていうもの出てくるのでつゆの味がまた変わってくるんですね。でトマトなんか入れていただくと、特にそのトマトのうまみも、加わるのでこれがめんつゆに浸るとですね、また本当に美味しい味わいになりますね。
で、あとは氷を入れて、冷やすこともそうめんの場合多いと思うんですけども、氷だと溶けてくると薄まってしまうんですよね。つゆの方が。冷凍野菜であればですね、薄まることはなくてですね、むしろ野菜の美味しさが加わるっていうことで、そこもおすすめですね。じゃあ食べたいと思います。まずはトマトを食べたいと思います。このめんつゆに使った感じがいいですね。もうキンキンに冷えてますね。はい。でやっぱめんつゆの味わいともやっぱ相性もいいので、本当にこのそうめんにトマトっていうのはすごくおすすめだなと思いますね。じゃあそうめんも食べたいと思います。いただきます。めちゃくちゃもうキンキンに冷えてます。じゃあ氷がなくても本当にキンキンに冷えた冷たいそうめんが楽しめるんで、そういった点でもやっぱすごくいいなと思いますね。やっぱりこの暑い時期はですね、冷たいそうめんが食べたいんですけども、家に今氷がないっていう方、作ってないって方もいるので、そういった方にもね、この冷凍野菜使った、ぶっかけそうめんおすすめかなと思いますね。で、次はですね、このミニトマト、冷凍したミニトマトを使ったものをやろうかなと思うんですけども、野菜はですね、市販の冷凍野菜を使おうかなと思います。で、ただですね、だし解凍する場合はですね、こちらのような自然解凍 OK って書いているものを使ってください。で、こちらはですね、自然解凍 OK なので、もちろんだし解凍して食べても OK ということですね。加熱は加熱せずに食べるっていうことなので、自然解凍 OK の野菜を使ってもらえればと思います。で、今回はですね、この自然解凍 OK の、オクラ、オクラとほうれん草で、あとインゲンですね。で、あとはですね、こちらささみブロッコリーっていう商品もありまして、でこれも自然解凍で食べれるものなんで、これを使おうと思うんですけども、やっぱそうめんって野菜を例えば取ったとしても、タンパク質も不足しがちになりやすいんですね。ですのでささみを追加できるっていう点でもおすすめかなと思います。で、ただですね、ブロッコリーの方はですね、結構このだし解凍、本当に短時間で解凍しなきゃいけないので、ブロッコリーは結構そのまま乗っけてめんつゆかけてすぐ食べるそうめんにはですね、あまり向いてなくてですね、やはりちょっと解凍時間かかるっていうことで、今回ささみの方を使いたいと思います。で、この冷凍トマトはですね、もうそのまんま凍ったまんま入れればいいわけですね。もうコロコロと。で、あとはお好みで他の野菜はですね、もうお好みで入れてもらえればと。オクラなんかはですね、結構彩りも形も星型なんで、こんな感じですね。で、この自然解凍 OK の、ささみをもうトッピングしてもらえればと思います。で、野菜をトッピングしましたら、ここにこのめんつゆをかけるっていう感じですね。これでもうほんとね、緑黄色野菜もタンパク質も取れるってことで、本当に簡単なんですが、そうめんの栄養価も高めることができるという感じですね。はい、ということですね、冷凍野菜を使った冷え冷えぶっかけそうめん紹介しました。いかがでしたでしょうか。本当にですね、冷たくて美味しいレシピなんですけども、冷凍ストックをすでにしておけばですね、食べる時にはもうそうめんの上にトッピングしてだしをかけるだけっていうめちゃくちゃ簡単なんで、これね、ぜひね、試してほしいなと思います。で、結構ですね、この野菜とめんつゆの相性ってすごくいいので、その組み合わせプラス、冷たいっていうところ、この面白さもですね、楽しんでもらえればと思います。で、いろんな他の食材とかでもね、いろいろ試していただければというふうには思いますね。で、皆さんもこのぶっかけそうめんで何かおすすめのレシピとかですね、好きな冷凍野菜とかあればですね、ぜひ教えていただければと思います。で、このチャンネルでは、こんな感じで、冷凍食品の紹介をしたり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。